あの戦争の続きはもう始まっている。神々は欲望の殻に7つの光を焼き付け、己の権力が及ぶものであると世に知らしめた。しかし属性の底では残骸が燃え尽き、僭越者へ警告する。神の座は汝のためのものではないと。この公式 PV は、全旅人が原神の複雑な物語を理解して、物語を楽しめるよう作られたものだと考えている。ほとんどの旅人は、なんとなく双子が低ワットにやってきて、なんかいきなり見知らぬ神に捕まって、目覚めたらパイモン釣ってて、なんか7国を旅することになった。みたいな人も多いのではないだろうか。ストーリーをしっかり進めていると、原神の物語が、この PV に沿って進んでいることがわかる。この PV も、何年も前に作られていることから、原神のストーリーはすでに完成していると、高く評価されている。そして、演歌の宮が実装され、書籍、日月禅師という、金書を読めるようになって、低ワットの古い歴史を知ることになる。今回の動画では、この日月禅師と、先ほどの公式 PV を軸に、考察を進めていく。まずはサクッと、日月禅師に書かれた歴史を流すと、昔、この世界は、7匹の竜が支配していた。そこに、天から、原初のあの方、が降臨し、7匹の竜と、世界のことで揉めた。激しい戦いを繰り広げたが、いろいろあって、原初のあの方は、4つの光る影、を作った。原初のあの方、パネエスは、翼を生やし、王冠をかぶり、卵から生まれ、オスとメスの区別がつかない。そしてそれは、卵の殻を使って、宇宙と世界の縮図を隔離した。そして原初のあの方は、4つの影と共に、あらゆる生命を作り、最後に人間を作った。そして人間の先祖は、原初のあの方と何かの契約を交わした。原初のあの方は、人間に対して、神聖な計画を抱いていた。人間が喜べば、あの方も喜んだ。飢餓があれば、天から食べ物や雨が降り注ぐ。貧困があれば、大地が鉱物を生む。何か嫌なことがあれば、天が声を上げて答えてくれる。唯一禁止されたのは、誘惑に負けることだが、誘惑へ通ずる道は、すでに閉ざされている。そんな平和な世界も、天から第二の王座が現れたことで、大戦が起き、空が割れ、大地が落ちるほどに、世界は荒れたという。続きはまだあるが、ここから先は演歌のみや成分が濃いめなので、一旦区切るとして、続きの一部分だけ出すが、この部分は正直よくわからない。第二の王座との戦いで、世界の深淵に閉じ込められた民が、大戦はもう終わったと思い、地上に帰ろうとしたが、第一の王座は禁令を下したため、深淵の民は地上に帰れなくなった。ここまではわかるが、それがなぜ、戦いに原初のあの方が勝ったことになるのか。私はこれを、この二人の戦いは、原初のあの方が負けた。そう捉えている。ここで公式 PV の話に戻るが、あの戦争の続き、つまりは原初のあの方と第二の王座の戦い、その続きが、もうすでに始まっており、ここで魔人戦争が始まったのである。権力が及ぶものであると知らしめた。この時点で、この戦争を始めたのが、原初のあの方とは別人であることがわかる。日月禅師の内容を思い出してほしい。あの方は心優しい方なのである。神聖な計画が怪しいという声も聞くが、これは箱舟に由来する計画と思われ、宇宙で起きていた何かしらの災害から、低ワットという箱舟で人類を守る、といった内容なのではないだろうかと予想している。
故に、あの方が一番初めにしたことが、宇宙とテイワットを隔離することだったのである。そんな優しいあの方から、テイワットを奪い、権力でテイワットを支配する愚か者へ、あの方は警告する。神の座はお前のためのものではない。テイワットの生きとし生ける命のためにあるもの。僭越者よ、ここで足を止めるな。誰であろうと高みの見物などできない。見よ。PV では、ここから各国の物語のあらすじ紹介に入る。テイワットの命の強さを見よ。テイワットの命たちが、自らの世界を守るために動いている。この世界を我がものにしようと思うなら、ここで足を止めるな。あの戦争の続きは、もう始まっている。